どうも皆さん、はじめまして、私です。それではですね、オープニングトーク的なところで盛り上げる自信もないので本題に入りたいと思います。ドラえもんのび太の月面探査機、ようやく見れました。いやー、少し忙しくて見に行けていなかったんですが、ようやく見れました。でもね、ちょうど春休みになったところで、劇場もそれなりに盛り上がっていたのでちょうどいいと思います。それでですね、私の感想よりも参考になると思うので、劇場内の様子をお話ししますと、子供が結構入ってキャッキャワハハしていましたので、なかなか盛り上がる作品だと思います。そしてですね、劇場が明るくなった後、小さなお子さんがですね、もう終わっちゃったのと寂しそうにおっしゃっていましたので、それぐらい心に残る作品だと思いますね。それで、私の方の結論も先に申し上げますとね、のび太の月面探査機。超面白かったです。面白かったね。もともと期待値は高かったんですがね。前評判が高いってのもありますし、河村元気の名前がなくなったってだけでも心が軽くなるってもんですよ。それとね、いつまで経っても棒読みが治らねえ妹さんが出てこないってだけでもなかなか期待できるってもんです。そういった期待に胸を躍らせた部分をしっかり超えてくるぐらい面白かった。個人的な感想にはなりますが、リメイク版も含めてね、わさびドラの中でもなかなかの傑作じゃないかなと思います。秘密道具ミュージアムの次ぐらいな感じかな。傑作と言われた2013年に匹敵する出来栄えといったところですかね。それで何が良かったって、脚本が良かったですね。辻村美月さんが担当されたということですが、さすが小説家。伏線の張り方、ロジックの組み立て方がとてもうまい。ただうまいってだけじゃなくてね、感心した部分、関心を通り越して感動したのが、子供は舐めちゃいねえってところなんですよ。今回の舞台は月。もちろん、ドラえもんの道具で空気があったりなかったり、そのまま歩けたりということが可能になるわけですが、その部分の理屈付けがほぼ完璧じゃないかなと思いましたね。中盤ね、酸素があったりなかったり、ピンチになったりっていう場面があるんですが、そこの理屈がですね、周到に計算されていて、この場合、このタイミングで道具を外してしまっているからこうなる。この場面では、この人物は道具をつけていないからこうなる。そういったところが一切矛盾なく整理されていて非常に見やすかった。子供向けだったらこれくらいで騙せるだろうという感覚は全くない。大人向けの作品でもできていないことが多いのに、いや、本当にここは感心しました。それでね、ストーリーの方なんですが、まず、始まりは、月で怪しげな影が撮影されたとニュースが話題となり、それをのび太が目にしたところから始まります。そこからですね、のび太が月にウサギがいるんだと言い出し、案の定、ジャイアントスネ夫にバカにされてしまう。そこからドラえもんに協力を受けて月にウサギのコロニーを作るみたいな流れになるんですね。定番の流れだ。そして魅力的なゲストキャラが登場し、そいつのためにのび太たちが頑張る。これまた王道な流れでございます。流れを振り返ってみて思うのは、辻村さんね、おそらくなんですが、海底祈願城が好きなんじゃないかなという印象ですね。途中の酸素がなくなっちゃうみたいな場面だとか、敵役の正体だとか、このあたりはなかなか海底祈願城を思い出すシチュエーションでございました。こうして思い返してみると、いいシーンが多かったですね。何を単純なことを言っとるんだという気もしますけれども、いやね、私がいくらね、河村元気が大嫌いだということを含めても、前回の映画はほとんど覚えていないですね。本当に覚えてない。覚えてるとこっつうのも、よくわかんねえ謎々を出すうるせえキャラクターがいて、河村元気の本の宣伝をしてやがったという怒りポイントぐらいしか覚えていないわけですよ。何かいいシーンありましたかね。それに引き換えね、今回はいい場面が多かった。一番初めに月に来て星を見つめるシーンも素敵だったし、完成したウサギコロニーの場面、たくさんのディティールで楽しませてくれて、チャーリーとチョコレート工場みたいなね、見ているだけで嬉しくなってくるようなシーンに仕上がっていたと思います。そして、酸素がなくなっちゃうというあの場面、バッジが取れて楽しげなコロニーではなく、
月面にいるんだと一瞬で切り替わるあのシーンは息を飲みましたね。海底祈願場の時、あたりがだんだんと暗くなっていく場面みたいな怖さを思い出しました。そして何よりですね、一番好きだったのは、スネ夫ですね。スネ夫良かったですね。リトルスターウォーズのスネ夫に次ぐぐらいの名場面です。よくわかってらっしゃる。いやーでもね、文句があるとしたら、尺の長さですよ。ちょっと長い。わさび世代はですね、ちょっとずつ時間が伸びていって、100分超えが当たり前という世界なんですけれども、今回は111分。そろそろ2時間に行っちゃうんじゃないかなという長さではございます。そこでですね、その長さの問題についてなんですが、ここからネタバレがどんどん多くなってきます。ネタバレが増えていきますよ。でね、長さの原因と重なるんですが、今回ですね、前回みたいな安いお涙ちょうだいがあるわけじゃないんですが、もちろんね、映画らしいいいお話というのがたくさん盛り込まれてはいるんです。でもそのいい話っていうのがね、辻村さんのお話の手癖なのかもしれませんけれども、SF の設定だとか、ロジックがしっかりしている割にいいお話になると途端に雰囲気に持っていかれがちになるんですね。特にいきなりゲストさんとのび太が友情とは何か友達とは何かって話になると、友達っていうのは仲間のことだよみたいな。若干ですね、言ってることが重複していたりだとか、なんか話が目分量で進んでいくような感じが増えていくわけですよ。それほど前で空気が温まっていないのにいきなり感動的なセリフをポンと放り投げたりだとか、そういったところが少し多いように感じました。それに伴ってですね、テーマが絞れていないような印象を受ける場面もありました。もちろんですね、メインテーマ一番のお題目である想像力を信じること。そこから人類は進歩してきた。これが一番大きな話で、そこを取り上げたいということはわかるんですが、その他にですね、血の繋がらない親子の絆だとか、のび太とゲストさんの友情。それとですね、ゲストさんは不老不死っていう設定があるんですが、あんまり前振りもないのに、なんていうかドリアン・グレイの話みたいになってきて、年老いて死んでいけること。それこそが生きるということだみたいな雰囲気になっていって、そこが羨ましい的なことを言って人間になりたいっていうベム展開もありまして、そこはちょっと盛りすぎなんじゃないかなという印象も受けて、このせいでなんだか尺が伸びてんじゃないのという印象はありましたね。そうやっていい話が継ぎ足しされすぎてて、いい話が渋滞して結局何か言いたいか分かりづらい校長先生の話みたいになっちゃってると。それとですね、個人的に嫌いな道具が出てきた。虫の知らせアラームっていうのは、どうなんでしょう。なんだかもう脚本家の都合アラームっていう名前にしか聞こえない感じもありますけど、なんて言うんでしょうかね。最有機ほどひどいタイミングではなかったかな。いろいろ文句も言いましたけれども、そこいわやな、本当に面白かった。欲を言えば、長さが90分台に収まっていればほぼ完璧だったんじゃないかなというぐらい面白かったですね。そして、恒例のエンドロール後の映像ですが、恐竜が映ってましたね。なんで恐竜なんだ。だいぶ前に恐竜は済ませているはずなのに。まさか竜の騎士をやるのか。よくわからないが、とにかく来年も行きたいです。どうでしょう皆さん。月面探査機面白かったですか？好きなシーンとかがあればコメントいただけると幸いです。よろしければまた次回もお聞きいただきたく思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。